ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はヤシの葉などトロピカルリーフをいくつか描いていこうと思います。まずモンステラという植物の葉を描いていきたいと思います。葉の形は中心のラインを描いて両側を膨らませたハート型です。中央のラインから左右に葉脈を描きましょう。その葉脈を囲うようにラインを描いていきます。するとモンステラの大体の形が出来上がります。その形に沿ってベタ塗りをし、影を入れラインを入れても良いと思います。今回はストロークで早く仕上げる方法を紹介したいと思います。慣れてくれば中央のラインとハート型の葉の形だけで描けるようになってくると思います。葉を描くのに使用した色はデルタのダークフォレッジグリーンという緑とサンブライトイエローという明るい黄色、そしてダイソーで購入したマットバーニッシュというニスです。筆の大きさは各葉の大きさによって決めていくと良いと思います。まず筆の水分をよく取り、それからニスを筆につけます。そして緑を取り筆になじませましょう。平筆の中央に黄色を取り、さらになじませます。筆のラインが出るようにさらにニスを取っています。葉の先から描いていきます。葉の外側のラインから中央のラインに沿わせるように筆を動かしていきます。 S ストロークの途中を強く押すような感じです。葉の幅が足りないと感じる場合はさらに筆をずらしてストロークすると良いと思います。中央に明るい色が来るようにストロークをしてみました。少し離れたところから先ほどよりも長い S ストロークをしていきます。色の出方や葉の幅を考えて何回かストロークしても良いと思います。この部分の葉は C ストロークで描いていきます。時々ニスをつけながら描いていきました。そうすることにより筆の筋が残り、葉に光沢が出て、よりトロピカルな葉のような感じが出ると思います。反対側も同じように仕上げていきましょう。中央のラインのところまで S ストロークで持っていきます。こちら側は4つに葉が分かれた形にしてみました。最後の部分は C ストロークです。サイドローディングで片側を明るくしてみました。茎の部分は筆を立て、葉先まで筆を運んでいきます。シンプルな下書きの葉も描いていきたいと思います。描き方は先ほどと同じです。筆にニスをつけ、絵の具を取りなじませてから描いていきました。中央のラインに沿わせるように小さい S ストローク、長い S ストローク、最後は C ストロークで片側の葉が完成です。葉のもう一方の方は今回は3つに分かれた葉を描いていきました。葉の色も緑の濃淡だけで表現しています。茎の部分は筆を立て滑らせるように葉先まで持っていきましょう。色の出方が気になる場合は上からストロークしても良いと思います。最後にニスを多めにつけて描いてみます。
筆のラインが残り、つるっとした葉の印象になります。いろいろな場面で使い分けると良いのではないかと思います。最初に描いた葉にサイドローディングで影を入れ、立体感を出してみました。茎から伸びたラインに沿わせるように影を入れていくと、中央のラインが際立つように思います。葉の先にも影を入れ、立体感を出してみました。必要と感じるところに入れていくと良いと思います。黄色と緑を混ぜた色でラインを入れていきます。茎の片側に入れ、明るさを出し、ラインをはっきりさせます。そして葉脈のラインを入れ、この葉の完成です。上の葉にもサイドローディングで影を入れてみました。葉っぱだけの絵ですが、飾って楽しめると思います。ヤシの葉を描いていこうと思います。中心のラインを引き、ヤシの葉の形の輪郭だけ取ります。筆は丸筆を使いますが、筆の大きさは各円によって決めていくと良いと思います。まず中央のラインを引きます。そこから輪郭の線に向かって丸筆をストロークしていきましょう。途中で筆を少し強く押し、葉の真ん中が幅広くなるようにします。最後はスッと筆を抜いて細くしましょう。少し間を空けながらバランスを見て葉を描き、後からその間を埋めるようにして葉を描いていきました。絵の具に水を多く混ぜ、薄い色で仕上げています。もう一つの葉も同じように仕上げていきます。絵の具に混ぜる水の量を少なくして濃い色が出るようにしました。薄く描いたヤシの葉が影にあるように見えると思います。丸いヤシの葉も同じように描いていきます。葉の集まっている点を円の下の方に取ります。そこから円周に向かってストロークしていきましょう。まず茎を描きます。茎の根元から円周に向かってストロークしていきます。間隔を空けて何枚か葉を描き、バランスを見ると良いと思います。絵の具の濃さを変え、色に変化をつけてみました。バナナの木の葉を描いてみたいと思います。中央のラインを描き、バナナの葉の輪郭を描きます。中央のラインを丸筆で引きます。平筆にニスを取り、絵の具をなじませ、中央のラインに向かって筆を引っ張っていきましょう。筆の跡がバナナの葉のラインのように見えると思います。ところどころで離して描くと葉の切れた感じが出ます。中央のラインに筆を引っ張るようにして葉っぱ全体を描いていきましょう。時々筆にニスを足し、透けるような感じが残るようにしています。ラ
筆で葉にラインを描き、サイドローディングで影を入れたら出来上がりです。ここからは作品の制作過程です。説明はテロップで入れています。ハイビスカスの花の描き方は前の動画で詳しく説明していますので、よろしかったら参考にしてください。制作過程を楽しんでいただけたら嬉しく思います。